けだと思ったよね。これさ、放送聞いてなくて174とか言ってて終わりだった。いや終わりだよ本当に。ハイベスティー花だよということで、今回福岡旅行に3日間行ってきて、その様子を Vlog にしたんだけど、今回も韓国同様あんちゃんと一緒に旅行に行ったんだけど、私たち2人とも飛行機に乗り遅れた経験があって、乗り物がすごい下手なのね、乗るのが。で、今回朝早くでなんかダラダラしながら行ってたら、気づいたら搭乗時間になってて、もう超走りながら、なんか搭乗の場所も変わってて、すごいドタバタだったんだけど、ギリッギリ乗れて、すごい安堵してる様子。もうこんな旅の始まりなのと思ったけど、でも全然楽しかったから、みんなよかったら最後まで見てな。11時、もう暑いから11時、暑い。今の時刻は書いてあるの？もうすぐ11時。やっとだね。どこに書いてあるの？どっか起きたいな。福岡来て思ったんだけど、バス停の数がめっちゃ多くて、バスもすごい通っててびっくりした。なんか東京と違いすぎて、なんかバスの広告もすごい凝ってたのが多くて、結構違うなと思った。どう思う？もう5年ぐらい全然ね、やりたくないっつって。しかもママがってこと？なんでこれ乗ってからの？本社って書いてある。本社ってことはあ、違う？本社。待って、ラン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 、上見て、ラン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 。すごい。全部これ席ってこと？さすがにここは行きたいか。知らん。本当に絶対味。次は大和町駅前。次は次でお降りください。西鉄天神高速バスタン。ありがとうございます。あれじゃない？東京と大阪。どれ？これ。これね、これだわ。結構ちっちゃいの。本見た？メニューが本見た。確かに。これそこにしよう。どうしよう。私もよくです。はい。見てこのメロンソーダめっちゃ可愛くない？黄色の黄金のメロンソーダで、私正直メロンソーダなんてどれも一緒でしょとか思ってて、もうコメダが私の中で最上級のメロンソーダで、いろいろあるじゃん、喫茶店とかで。ああいうの全部無視してきたんだけど、初めてこういうメロンソーダ飲んで本当に感動したの。めっちゃ美味しくって、これシロップもアイスも全て手作りで、多分オーナーの方が一人で切り盛りしていて、一つ一つ手作業で作られていて、もう本当に美味しすぎてびっくりした。シロップの味が本当のメロンの味がしたの。いつもなんか普通の化学調味料の味が一切しなくて、だから色もこういう自然のゴールドの色になってるんだと思うんだけど、本当に美味しすぎたからマジでみんな食べてほしいと思った。夏限定かもしれないんだけどね、超美味しかった。最近待つ。懐かしい。行こう。使いんじゃん。これ買おうかな、じゃあ。待って。絶対いらない。可愛いかも。ポーチとかないの？これ。でっか。人形だよ。34度だよ今日。暑い。ポイントで刺されてる感じするよね。韓国の天気と似てる感じ。とにかくめちゃくちゃ暑い。超丸じゃない？本当だ。月見える。ちょっと待って、来て。ありました。違う。で、これ机。反射してる。見えない。これは豚骨ラーメンのジャズが流れてない。
流れてるらしいんで。美味しそう。これは何？これは何？赤いの。気になる。すごい。いただきます。かわいい。まん丸に開いて。すごくない？うますぎます。このラーメン屋は席がすごくあってテーブル席とかもあって結構レストランみたいな作りになってるから女性一人でも入りやすいと思うし友達と会話しながら食べるってこともできる結構なんか急がなくても食べれる落ち着いて食べれるラーメン店だからめっちゃ良かった。結構店内超綺麗だしなんか隠れ家みたいなすごい奥にあるのね。なんでここラーメン屋なのみたいな見た目しててすごいそれも良かった。これも豚骨ラーメンなんだけどてか豚骨ラーメンしか今回食べてないんだけど全部美味しいです。味は結構さっぱりした感じで具もあんまり入ってないからさらって食べれた。めっちゃ美味しかった。もうなの？じゃあ5分でこれは。食べ歩ける？今何時か。これこんな美味しい。おいしい。豚骨ラーメンの後にいける味。待って、待って、あそこ中洲屋台だね。やめよう。まだ行くのやめよう。あれのこんな川のさ川沿いにあんだね。ね見て川超綺麗。見て。本当だ。私もすげえ。この時期の福岡は本当に暑くて毎日バス乗って移動してた。今から行くのはフリルカフェっていうかき氷が美味しいお店で店内は小さめなんだけど内装も凝っててすごい素敵だった。可愛く写真撮って。そう。しかも全員のみたいに今私のせいで1台下がった。この上のクレームめっちゃ美味しいね、なんかシュワシュワしてる。シュワシュワしてる。いいの？いいよ。もう季節だから。溶けてきちゃった。ミルク1つと美味しい。
ラーメン生活2日目は一層さんというところにお邪魔したんですが、これはこの前の1個前のラーメンよりもなんかすごいこってりしてて、店の外からも匂いが漂ってくるくらいすごかったんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。豚骨好きな人本当に好きだと思う。なんかもうギュッて味が詰まってる感じで、店内もすごい綺麗だったし、具も結構いっぱい入っててすごい美味しかった。ちょっと並んだんだけど、でも全然並んでくださいお願いします。シリさん出てて。遠いじゃん。ここのどうも隣だです。こんないっぱいあるよ。車ある。かわいい。ま。商品紹介お願いします。かば焼きさん。タコさんと焼肉さん。見たことないってば。パチパチパチ。食作ろう。スター。チップスター。ずっとチップスターって言って。私はかば焼きさんで育ってきた。変わった。かば焼きさん太郎はお魚のすり身にイカ味を合わせ。イカなんだこれ。すごいね。食べます。懐かしい。結構美味しい。もつはホルモンがあんまりだから食べれなくて。リはさ中華じゃん。もうがっつりそれでもう終わりってことだよ。終わり、それで終わりよね。終わり。それちょっと厳しいよね。あ、ごめん。朝食系ナンパしてる。今光ったんだけど。ナンパしてる。宮下パークかも。ここ宮下パーク。やめる？いやめっちゃいい。だってすごい景色よ。いいスポット。すごい丸の内っぽいし、新宿っぽさもあるし、だけど宮下パークみたいな。でもね、ここら辺はみなとみらいっぽいんだよ。なんか港、違う、今日のさ、キャラナシティめっちゃ横浜っぽくない？横浜っぽいね。この広さを全面に使ってる感じが横浜っぽいんだよね。お台場も感もあるし。朝ごはん食べてもったいなくないのか。やめる？やめるとして、いや私が起こす。無理やり。だから50個くらいタイマーかけてもらって起きて。私タイマーかけるのは得意。起きないくせに。こんないっぱいあんのにね。ごまさばというし、ごまさばさっぱりしてるかも。新シラーメン。西麺はさ、もう麺はいいか。いいよ。麺空港で麺はありだけど。もつ鍋はちょっとあれだから。じゃあ喋ろよ。バイバイ。今いるか。喋るよ。そういうのやけんね、おかしくなる。この歌唱力ってどうなのかなっていうので聞いてたら、隣でも同じような人が歌い始めて、マジで面白かったこれ。あっち歌ってる。負けんな。
あっちでも歌ってるんですよ。でもあっちはね、ずるしてる。マイク使ってる。あ、そうだか。こっちのセリフ全然じゃん。てかあっちのさ裏声。あっちはあっちあれ取ればよか桜いっぱいった。そうだよね。あれ取ればよかった。うちはこっちをしてるから。結構派手です。全然聞こえへん。みすずと丸町、これは中落ちカレルで美味しそう。福岡旅行最終日は天神ホルモンというところに行ったんだけど、ここはホルモンが有名なお店で、目の前の鉄板で焼いてくれるのだからすごい見てて楽しかったし、お肉もすっごい美味しかった。私ホルモン食べたことなかったんだけど、ここのホルモンはすごく食べやすいし美味しかった。韓国の ASMR でマルチョウをパリパリに焼いた ASMR をよく見てて、食べたことなかったんだけど今回初めて食べてみた。美味しかった。でも私的には4個ぐらいでちょっと十分だったかもしれない。ちょっと油がねちょっときつくなってきた。でもご飯とかあるし、お味噌汁もついてタレもあってすごい美味しかった。座席スタイルがカウンターだから一人でも来やすいと思う。私の斜め前に韓国人の女の子がいて、一人で来てて、観光で来たんだと思うんだけどすごかった。なんか翻訳機使ってスタッフの方に質問したりとかしてて、外国のレストランに一人で行くってめっちゃかっこよくない？超憧れるんだけどと思って、私もやってみたいと思った。国内でもいいかも。国内旅行したい本当に。粉がね、粉が上にある。美味しそう。うまっ。安い。美味しくない？嘘だよ。結構ジャンクだな。まあ最終日だからかなと思う。という感じで最初から最後まで大食いの福岡旅無事に終了いたしました。空港の最後の時もなんかね、搭乗口が変わったりしてまだまだギリギリになったんだけど、でもちゃんと飛行機に乗れて帰ることできた。福岡に住んでるフォロワーの方がたくさんお店を教えてくれて、もう全部行きたいところだったんだけど時間が足りず行けなかったので、またリベンジしていきたいなと思った。最後まで Vlog 見てくれてありがとう。また会おうね。じゃあバイバイ。